まさかこう私たち生身の私たちの自己紹介ソングをこう撮っていただけるとは思ってなかったので、このアイドルさんの自己紹介曲とかすごい可愛いなって思って見てたので、もうびっくりでした。キャラクターとしてだけじゃなくて実際に存在しているってことをなんか歌にして伝えられているような気持ちになっていて、自分たちの知らない部分もお客さんたちにファンの方に知っていただけるんだなと思って、いやこれは頑張ろうって思いました。もうやっぱりいろんなアイドルさんとかがやってる自己紹介劇を私たちがやれるっていうので本当にとても嬉しかったです。自己紹介ソング、今日は皆さんに歌詞の作成のお手伝いをしていただけたらなと思ってます。はい、みんなのことがどんな子だよっていうのが分かりやすい一曲になるといいなと思ってるので、みんなのことをそこにいるみんなに面白いな、可愛いなって思ってもらえるような一曲になるように作っていってもらえたらなと思ってますので。はい。天馬さんに対してみんなが何か形容詞をつけるとしたら、爪楊枝みたいです。見た目ミステリアス。私初めて会った時、静かな人だって思ってて、なんかもうザ真面目みたいな感じだと思ってて、仲良くなるにつれてなんか独特な不思議な人でした。自分でもなんかメンバーのことなんか大好きだなみたいなのが伝わってくる。距離感を詰めるのが上手というか、ちょっとさりげなく近くにいたりとか。なんかいいですねそれ。日向さんに対してみんなの思うところをお願いします。努力家だけど天然。あの時計の長い針と短い針を間違えてあれずれてないって言ってました。未来の私から見てすごい姉御って感じで安心してなんか命を預けられる。ダンスが上手。ダンスがキレキレ。面白いところはないですか？水飲むの早いです。忘れ物が激しい。一番なんかじゃあやばいと思った忘れ物はありますか？財布です。10人。はい。声がでかいです。声がね。はい。一番腹から声が出る。おはようございますのその声がもう響き渡ってます。嘘だ。こんな性格ですみたいな一言で表す。変人。5歳？なんかでも精神年齢がなんか小学生だよね。最初のインタビューの時にポジティブマシーンって言ってそう言いました。特技が何でもポジティブに変えられるっていうポジティブ変化を。持ちネタとかあればそのままなんか歌詞に入れてもいいの。一番これ上手にできたポジティブ変化みたいなのありますか？太ったみたいなことを言われたら、それは体が栄養を蓄えて生きようとしているからすごいっていう。戸田さん。いや、ちっちゃい。とにかく顔がもうちっちゃい。グー1個。顔がグー。顔がほんとプリンちゃんみたいな。プリンちゃんみたいな。ヨコヨコしてる。食べる。よく食べる。食べますね。何が好きですか？きゅうりとトマトとキャベツ。でも焼肉が好き。全然違いますね。楽屋のお菓子を食べ尽くす。本当に食べてるイメージは強いね。あとおしゃれ番長。おしゃれ番長ですね。いつでも最先端な洋服を着てる感じ。じゃあ石井さん。ももちゃんはクールビューティー。それね。顔から下足で。顔から下が。賢いみたいなイメージが結構。何もないとこでつまずくとか。何もない。1日に4回ぐらい触らなきゃ。つまずきを。母感、スミュージの母感みたいな。みんなのママ。なんかお母さんみたいな落ち込んでた時に帰る時に何も言わずになんか「ねえじゃあね」みたいな感じで一回こうやってギュッてしてバイバイってやってくれたんですよ。みたいな優しいって思って。自分自身のことじゃ聞いていっていいですか？おうち時間で何してることが多いですか？世界史が好きで辛いこととかあった時に世界史勉強すると世界史の中の登場人物はもっとなんか厳しい状況だった
なんかこう大きいも争って血を流してるのに私はこんなことで悩んでちゃいけない。すごいね。ちなみに誰が一番人物としてサラフ・アッティーンっていうエジプトのアイユーブ朝の創始者でなんかいろんなことに学びが好奇心をめっちゃ大切に生きてます。自慢できる。なんかダンスがなんかそんなにこうずば抜けてできるわけではないんですけど、まあ小学校1年生から中学校入るぐらいまではやってて、最近だとキックボクシングに行ってて、アクションができるようななんかかっこいい女になりたいなっていうのがあって始めたんですけど、結構先生に褒められます。なんかやりたいと思ったものを挑戦できるようななんか行動力が欲しいというか大事にしたいです。行動力。おうち時間はもう猫とずっと寝てます。お家でずっと猫とコロコロしてます。名前って何ですか？猫はちゃんちゃと豆です。あ、この前新発見があって聞いてくれますか？なんか私ちゃんちゃと豆だと思ってたんですけど、ちゃんちゃって呼ばれてるだけで本当はちゃだよって言われて、小学校6年生だいぶ目標。炭酸水を飲めるようになりたい。炭酸飲料飲めなくって。目標。炭酸の制覇でいいですか？はい、全炭酸制覇で。これ歌詞になるかもしれないですけど。かっこいい。はい、じゃあ戸田さん。はい。おうち時間で何してますか？一時期なんかブームがあって、はい、クックパッドを制覇しようと。これが一番うまくできたってなりますか？肉うどんです。ハマりすぎて1週間ぐらい食べてたらめっちゃ太りました。小さな目標でも大きな目標でもいいです。何かありますか？すっごい大きいんですけど、はい、誰でも知ってるような人になるっていうのが、名前顔。例えば安倍さんとか。そうですね。石井さん。最近なんか自分で言うのもなんなんですけど、人をなんか照れさせるっていうか、あざとい演技をするのがどういうことですかそれ？人を照れさせる。TikTok 撮影したんですけど、取り出したら最後になんかほっぺにチューみたいな感じしてガチ照れしてて、そういうなるほどね。そういうなんか照れさせるのは好きです。なんかドキッとさせるのが好きで。誰の赤面してるかが一番好きですか？メンバーで。でもてんてんと誰が面白いです。だからももちゃんがそういうハニートラップを仕掛けてくれたらに、あ、どうしよう。ハニートラップじゃないんだけど。自分のことをみんなが歌ってくれて、合間合間で自分の言葉が声で入れる感じになると思うんですけど、自分でこれを言いたい言葉なのか言ってもらいたい言葉なのか。チョス。チョス。リアンチョスこと戸田リアンです。あ、なるほど。じゃあそのまま使いたいですよね。はい。でも12温暖化は行った方がなんかいい気がします。ポジティブにするってことでしたっけ？なんか熱々にします。本当な心に。熱々ホットに。熱々ホットにします。それっぽくなってすごいすごい。レモンさんなんかオーディションの時何かぶちかましますって言ってました。ぶちかまします言ってました。言ってたよね。いちごちゃんになるんでしょって言ってぶちかましたよ。おお。天魔旋風じゃなかったっでも天魔旋風ってなんか頭に残る。子供はいいね。け？もうね。ちょっと仕掛けちゃうぞ。それでいいですか？決まってる。今聞いた話にはめちゃくちゃ合ってますよ。自分のキャラがそこに入るといいですよね。みんなの未来をポカポカにしますか？確かに未来をポカポカってどっちも名字も名前も使えてるし。ああ確かに。みんなに言っておきたいことでもいいですか？いいですよ。よくこうなんかしっかりしてるねとか言われるんですけど、はい。すごいハードルが上がっちゃってすごいハードルを下げたいです。はい。私なんてっていうタイプで。変換今できます？あ、今のですか？あ、大丈夫、みんなもう知ってるから。以上ですかね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。もうびっくりでした。こんな
直接お話を聞いてもらって、私たちがどんな子なのか、こういう言葉を入れてほしいとか細かく聞いてくださって、初めて聞いた人が面白いな、この子たち好きだなって思ってもらえるような素晴らしい曲を作っていただけたなと思います。どんな子なんだろうって見に来てくださった人たちが、ミントちゃん役の子はこういう子なんだとか、いちごちゃん役はこういう子なんだっていうのが知れる一曲にもなったので、すごくなんかありがたいなと思いました。どこまでもだよ。どこまでも、これどこまでもじゃないんだよね。どこまでもってなってるから。もう一回せーの。心キュンと弾んで。キュンって裏にしないでわざとキュンとって言ってるから。キュンと弾んで。キュンと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 キ
弾んでキュン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 と弾んでキュンと弾んでそうできてるはい心キュンと弾んでせーの心キュンと弾んでみんなできてんじゃん。じゃあそのまま言ってください。12秒間中に温暖化はオーディションを受けた時に私が発言した謎の言葉で皆様の心を熱々にしますよっていう気持ちを込めております。ピーチトラップ仕掛けちゃうぞっていうのがあるんですけど、これはハニートラップと石井桃香の桃のピーチをかけておりまして、ピーチトラップってなってるんですけど、これは最初恥ずかしかったんですけど、可愛くもうドキュンとさせてやろうということで思いっきりやりたいと思います。可愛い曲すぎて頭が混乱しちゃったんですけど、なんだろう、なんかもうリズムが本当にすごい良くて歌ってて楽しい曲だなって思いました。あなたの笑顔もいただきます。アイドルっていうよりは楽屋のトラさんの感じでじゃあいつもさなんかおかしいって言うじゃん。いただきます。そうでいいじゃん。あなたの笑顔も一番あなたの笑顔もあなたの笑顔もいただきます。それでいいじゃん。最年少のおしゃれ番長、楽屋のお菓子を全部食べ尽くす。あなたの笑顔もいただきます。楽屋のお菓子を全部食べ尽くすっていうパワーワードが出てきてるんですけど、気づいたら食べちゃってるっていうもう私の手が勝手に動いてることなんですけど、本当に綺麗になくなるぐらいいつも食べちゃってて、だから太るんだっていうのをお母さんにいつも言われてます。天馬さんの天馬旋風ぶちかますぞはオーディションの時の谷さんと話してた時のテンションをみんな思い出してほしいなっていう感じなので、めっちゃ元気にちょっとドスの効いた感じだった気がする。私のパートで天馬旋風ぶちかますぞっていうセリフがあるんですけど、それはオーディションの時から私がこう言っている言葉で、この作品に嵐を巻き起こすみたいな感じで気合を入れているところがポイントです。ダンシング姉御肌っていうフレーズがあるんですけど、天馬勇気が私のことを姉御肌だねみたいな感じで言ってくれて、私らしく元気にやるところがポイントとなっております。実際に曲を聴いてみんなで合わせた時に、これがスミユージーだって純粋にすっごく嬉しかったです。これからもずっと歌っていく曲だと思うので大事にしていきたいなって思いました。いっせーので歌4つやったら足は継続してもらって、肩に手肩に肩をやります。テーマ旋風ぶちかますぞって言ったらゆきはこうやって回り出すから、回られてすからわーってみんなもそうなりたい。そうですはいはい、もう一回どうぞ。はい。
今まで歌った曲とは全然違うメロディーというか曲調で、なんかすごいワクワクしました。私たちが歌うんだって思うと笑顔が溢れて止まりませんでした。みんなにはこの手作ってもらって、左側、右側、ちょっと内側、センター、左、2、1、2、3、にゃん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 、スミュージー、はい、にゃん、あにゃん、あにゃんにゃんにゃん、あにゃん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 、スミューで、これを、6回やる。1回やってみる、チャレンジしてみようか。はい、レッツゴー。絶対前じゃなくて大丈夫。いろいろ動いてもらって結果ここにつくって感じがいいです。オッケー、今日はこれで終わりますね。はい、今日もレッスンありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。今日は、新曲、初振り入れだったけど、めっちゃ可愛かったね。それぞれの個性が爆発してね、お客さんも一緒に盛り上がってくださる、くれる曲に思い出して歌を一緒に歌った時にどうなるかっていうのもまた頑張って練習あるのみです。はい、これからも頑張っていきます。頑張ります。お楽しみに。仮歌歌詞を聞いた時に涙が出ました。夢のようでした。自分たちの名前が歌に入っているっていうことがすごい嬉しかったです。まずリズムがもうノリノリで、もうこうやって乗っちゃうような、リズムも好きですし、みんなが紹介して返事して紹介してで最後は決め言葉みたいな、なんかな、かっこいいし、私たちがなんかすごいパフォーマンスをあなたに届けたいですっていう気持ちがすごい詰まってて、すごい可愛くていい曲だなってすごい思いました。スミュージーです。今日は朝からありがとうございます。一生懸命頑張るのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、MC 終わりました。新曲やるよーで立ち位置つきました。はい、じゃあテーマさんタイミングでお願いします。ありがとうございます。全体的にね、番号がすっごいみんな甘いから、ずーっと立ち位置が違うように見えちゃうから、もうちょっとしっかりおへそで番号を取りましょうか。もったいないすごく。ももかがちょうどこの2枚目の真ん中に来るようにしてくれると、でそっから揺れて後ろ行くでしょ。ステップの時に後ろのメンバー間に合ってたいんだよね。勇気が走っていくのか分かんないから動いてるので、ここまでにささっと移動して走るとこ見せたい。スミュージーとしても東京ミュウミュウニューのポンプリンちゃんとしてもたくさん練習してきたことはあるので、自分の出し切れることを全て出して頑張っていきたいなと思います。一人でも多くの方にスミュージーがでこんな子なんだな、素敵だなって、スミュージーをもっと応援したいな、あと来年のアニメ放送に向けても、頑張っていますので、来年のアニメが楽しみだなってこうワクワクしていただけるように、今日本日頑張りたいと思います。5人で今までやってきたことを全部発揮できるように、素晴らしいパフォーマンスができるように頑張りたいと思います。元気に精一杯全力を出せるように頑張っていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。もう 100% と言わず 380% もう 1000% ぐらいの力で頑張りますので、ぜひよろしくお願いします。
それではお聴きください。スミュージーでハレルヤビート。ハレルヤビートは初めてのなんかこうスミュージー5人としての楽曲になっていまして、一人一人の個性豊かなスミュージーの一面が分かる楽曲となっています。それぞれの個性が満ち満ちているので、もう歌詞に注目してみていただけたらなと思っています。思わずクスって笑ってしまうようなフレーズが絶対1個あって、一緒に楽しめる曲だと思っています。他の2曲とは違って、なんかノリというか音楽のなんかこうノリも全然違くて、そこを楽しんでいただけたらと思います。私たちがどんな子なのか初めて聞く方にも、あ、こういう子なんだって、あ、こういう子なんだって、あ、応援したいなって思ってもらえるような可愛い曲になってると思います。みんなで盛り上がれたら嬉しいなと思います。